You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first こん of に the ちは、 year, トイロトラベルです。 warm kiss in the 今 cold. 回は両親と一緒に初めての家族旅行、 When I need it the most. 熊本の美味しいグルメと大自然を満喫します。 Could only bring one ぜひ thing, 最後までご視聴ください。 be all I need, all I need. どっち？一応営業中？いける？過ぎちゃ看板に気を取られて通り過ぎそうになりました。 When I can't find no う。なんじゃ？ to speak, 最初に訪れたのは you're all そばがなくなり次第閉店となる人気のお店。食べれないかもとドキドキしていましたが、なんとか間に合いました。 feeling blue with a weight on your chest. I can't 幸先の良いスタートです。 I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there 南小国といえばそば。 'cause you 清らかな湧水を使って打たれたそばは格別です。 all I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't 天 find ざるを注文。 to speak? Just know you're all I need. こちらのおそばはそば粉が10に対してつなぎが1の I need. 外1と呼ばれるおそば。 Oh, you're all I need. Oh, こんなコシの強いおそばは初めてです。 you're the 香り wind も in my 喉越しも sails. 最高。 You're the pull of the sea. You're the wish in the well. 揚げたての天ぷらはサクサク。家ではこんなにカラッと揚がらないんですよね。 Offered to me, still you'd be all I need. 温かいおそばもコシが強いですが、冷たいおそばと比べると段違い。うまいね。両方注文して食べ比べてみると面白いと思います。うん。コシすごいね。はい。全然違う。全然違う。うん。すごい美味しいね。ね。暑いのでお気をつけください。ありがとうございます。ざるそばを注文するとそば湯をいただけます。美味しかったです。また来たいお店です。障子に貼ってある可愛らしい切り絵は町内の切り絵作家さんの作品。自宅の障子にも貼りたいな。お腹も満たされたので、この後は観光を楽しみます。うん。夫婦岳に到着。多くの夫婦やカップルが訪れる恋愛スポット。天井いっぱいのハートの絵馬。
愛の滝、縁結びの滝と呼ばれるパワースポットです。2つの川が滝となり、ここで合流します。1箇所で2つの滝を見ることができる全国でも珍しい場所。早朝に訪れると幻想的な工房に出会えるそうです。筑後川を通って有明海へ向かいます。馬肉のおつまみ、熊本では定番なんですかね。はちみつは2度漬け厳禁。次は天空の絶景スポットに向かいます。めっちゃガッタンガッタンするね。空だよ。めっちゃ高いよ。山より高いよ、ほら。すごい。これ標高何メートルぐらいあるんだろうね。ほら。もう穴場スポットだ。穴場スポットよ。すごい。穴場ではあるが、どんよりしてます。この神社に来るとなぜか探し物が見つかるそうで、恋人探しのご利益があると言われています。楽しめる開放感たっぷりのパノラマビュー。道は狭いですがおすすめの場所です。うん、ちょうど日が。それすぐそこにおる。お、尻よ。羊。あらあらら。美味しいですか？ご飯は黒い羊。黒い羊。汚れちゃうね。かわいそうに黒川の温泉に連れて行ってやらんでいいかな。洗ってやらんで。ねえ。黒川温泉を散策するならふれあい広場駐車場がおすすめです。平日だからと油断してました。あ、あそこじゃない？ふれあい広場駐車場。なんか意外とお客さんおるね。うん。止めれるといいけど。案内所で地図をもらいます。色浴衣をレンタルして温泉街の散策も楽しそう。
索しようとした途端、まさかの雨。でも大丈夫。傘の貸し出しがあります。お宿のチェックインの時間まで散策を楽しみます。囲碁坂を下っていきます。どら焼きのお店ドラドラ。地蔵道が見えてきました。入刀手形が奉納されています。こちらにはそばやシャラで紹介した切り絵作家さんと地元の子どもたちが描いた絵が飾られています。ぜひ天井を見上げてみてくださいね。今日入刀手形どころじゃなかったね。まあでも今日はね、雨でもいいよ。温泉に入るのはこの後やけど、濡れても平気。ちょっと川のせせらぎが心地よく響いて、なんだか心が落ち着きます。川の流れと立ち上る湯煙、自然と温泉が一つになった黒川温泉ならではの景色。黒川温泉の魅力の一つが統一感のある景観。かもしれないね。ね、丸鈴橋。黒川温泉では30軒の宿と里山の風景すべてを一つの旅館と捉えています。渓流や自然は庭、お宿は部屋、道は廊下と考え、大きな看板をなくし、自然の景観を壊さない街並みに統一。建物は木材や黒塗りの外壁などで統一感を持たせています。What if I told you you took my breath away? And what if I told you 雨でも食べ歩きは楽しみたい。パティスリー6に寄り道です。クッキーも気になりますが、お目当てのシュークリームを購入。すごいね、この上り坂ちょっときついね。 Thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's get シュークリームを食べるのに最適な場所を探します。ちょうどいい場所がありました。 Are you feeling what サ I'm クサクのシュー生地にたっぷりのクリーム。 Let this slide. Yeah, what if I told you you took my breath away? And what ボリュ if ー I ム満 told 点 you です。 I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you 雨が上が love った when の I で、 say? もう少し散策を What if 楽 I しみま told す。 you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away?
黒川温泉は日本の主な泉質10種類のうち7種類が湧き出る珍しい温泉地。お宿によってお湯の色や肌触り、香りも違います。黒川温泉の楽しみといえば入湯手形。1枚1500円で3カ所の温泉に入れます。木製の手形は旅の記念にもなって温泉巡りがもっと楽しくなるアイテム。今回は時間がなくて手形の購入は断念しましたが、またいつかゆっくりと湯巡りに訪れたいです。料理が自慢の温泉宿に宿泊します。お宿は別の動画で紹介しています。ぜひご覧ください。おはようございます。2日目は阿蘇を巡ります。ちょっと食べてみる？お土産を買うために立ち寄ったんですが、お弁当のクオリティの高さにびっくり。今から行く今金食堂のロコモコ丼もありました。ここでお弁当を買って阿蘇の大自然に囲まれて食べるのも最高だと思いませんか？いいね。惣菜豊富すぎて。ウインナーにしようか。ウインナー。これフランクフルト。これ何が違うの？これがブラックペッパー、こっちチーズか。普通のがいいよね。普通がいい。イートインスペースもありました。すぐそばの阿蘇駅にあるウソップ像と記念撮影をしたらランチに向かいます。道の駅に行く前に受付をしましたが、まだまだ時間がかかりそう。近くに素敵なお店があったので行ってみます。でも卵ハム食べたら牛乳飲むんで来るよ絶対。昭和にタイムスリップしたみたい。懐かしい。バグって息ふーってしてた。スーパーマリオはジャンプするとき、自分の体が動くタイプでした。結構長かった。なんかできるんだよね。ラスト1個のソフトグライダーをゲットして喜んでいました。安上がりな夫です。ようやく入店できました。
つ赤牛丼。美味しそう。そうね、味噌がね、赤牛 100% の肉味噌なんだって。肉だけで食べよう。美味しいね。脂肪分が少ない適度な霜降りが特徴。牛肉が苦手な私でも食べれるジューシーな赤身肉です。うまい。人気のお店なので行列必須ですが、並ぶ価値ありです。お腹いっぱいごちそうさまでした。絞りたてそのままの美味しさを追求した阿蘇ミルクの直営店。阿蘇ミルクファクトリー限定のバームソフト。ミルクの濃厚な香りと滑らかなソフトクリーム。濃厚なのに後味すっきりでめちゃくちゃ美味しい。おすすめです。阿蘇の絶景スポット大観峰。標高935メートル、外輪山の最高峰の一つ。阿蘇五岳がお釈迦様の寝姿に見えます。ただ広がる草原と風に身を任せて心も体も解放できる、そんな場所です。秋から冬の早朝には神秘的な雲海と出会えるかもしれません。ゆっくり降りてきていいよ。膝痛くなるやろ。帰ろう。ありがとうございます。最後は映画「進撃の巨人」のロケ地にもなった古代遺跡、謎だらけの絶景パワースポットへ向かいます。すごいここ。本当に穴場やね。うん。思わず笑ってしまうぐらい怪しげな道でした。いいところに来たね。離合できる場所もありますが、あの人でも長崎運転が苦手な方にはおすすめできません。あの人長崎何倍やった気のする。おしと石の丘に到着。まず行きは左手の遊歩道から上に上がって、はいぐるっと行って正面の坂を下って帰ってきてください。はーい。ね、上に上がると大きな石が4つあります。はい。まず1つ目の石はハサミ石という石です。これは夏至の日には石と石の間から太陽が昇って、冬至の日には間に太陽が沈んでいくという不思議な石です。はい。これが冬至の日の日没ですね。こんな感じで間に沈んでいきます。大昔の人たちが日時計として使ってたと言われてます。で、2つ目の石は鏡石という石です。ここにはなんと約4000年前のシュメール文字という古代文字が刻まれてます。鏡石にはこの2つの文字が書かれてます。こっちは蛇の形を表した文字です。蛇の神様という意味でナーガと読みます。こっちは、2本角が生えてます。牛の形を表した文字です。聖なるお牛という意味でバールと読みます。ナーガとバールですね。はい。で、この辺りは、阿蘇郡南小国町の中原という地区なんですけど、ナーガとバールでナーガバール、中原という地名になったんじゃないかという話があります。鏡石の前に矢印がついてます。矢印の先を探すと、だいたい手のひらぐらいの大きさで刻まれているので、ナーガとバール見つけてください。で、3つ目の石は祭壇石という石です。これは大昔の神事の時に神様へのお供え物を置いたりするのに使われた石です。祭壇石の周りには小さい椅子みたいな石がたくさんあるので、ぜひ腰掛けて休憩したり写真撮ったりしてパワーをもらってください。はい。そして最後に見える一番大きな石がおしと石です。
へえ。でここにもシュメール文字が刻まれてます。まず正面に大きな縦3本線が書かれてます。これは男神を表す文字で、左側の上のあたりにはカタカナの火のような形をした第一の女神という意味の文字が刻まれてます。こちらも探してみてください。はーい。そして石からは特殊な磁気が出てまして、方位磁石を石に近づけると針が狂うので、ぜひ試してみてください。へ磁石あるはい、磁石水平に向けてですね、いろんなところにかざしてみてください。はーい。かざす場所によっては針が回るところなんかもあるので探してみてください。借りていいんですか？はい、お帰りの時にこちらにお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。行ってきます。Was it written in the stars? I don't know, but this I'm sure. 阿蘇北外輪山の草原の丘に突如現れる巨石群。そうなの。そうじゃない。あ、こっちだ。ハサミつけない。こっちだよ。太古から時を刻んできたハサミ石。嘘つきがこの間を通ると挟まれるという言い伝えもあります。シュメール文字が刻まれた鏡石。なんと。あれだ。最大。 All the things we used to do, like holding hands under the moonlight. Not give up on us too soon. 夏至と冬至の太陽が昇る戦場、北側。太陽の道にある祭壇石。祭壇石から福岡県の宗像大社を結んだ直線を水の道、宮崎県の高千穂神社を結んだ直線を火の道。水の道と火の道は太陽の道と直角に交差しており、神の道ではないかと考えられています。不思議な磁気を発する星と石、方位磁石の針がぐるっと回る不思議な現象。ぜひ自分の目で確かめてみてください。大自然に囲まれてゆっくりとした時間を過ごせました。最後までご視聴ありがとうございました。